おはようございます。画家の小木曽です。半袖で申し訳ございません。今日の動画はこちらです。雪山ですね。この雪山、知床五湖の湖ですけども、凍っている、奥に知床の、山々がありですね、雪山を紙の白さを残して描いていくという動画でございます。この紙の白さを生かしつつ、それに雪のところに落ちる影の色をどういうふうに描こうかとか、ディティールをどう描こうかとか、結構薄く透明層の良さを生かして薄く描いていっている私の動画の中では珍しいタイプの、作品となっておりますので、ぜひごゆっくりご覧ください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。今日は、キャンソンボードに描いていっておりますけども、まず鉛筆で下書きをしていっております。HB ぐらいで薄く鉛筆の腹を使ってですね、このように描いていきます。で、主となる山ですね、向こうの知床五湖の、雪ですね。ここは世界遺産で世界自然遺産でですね、ツアーじゃないと入れないということで、行ってまいりまして、そしてまず空から描いていきます。原則というか基本的な考え方なんですが、風景画というのはだいたい奥から描いていくのが一般的です。これなんでかというと、後ろの方を描いて徐々に手前を強くしていく空気遠近法的な方法とかですね、対比遠近法的な方法というのを、まず水だけをベターっと多めに塗りまして、こういうスカイブルーみたいな色ですかね。そうすると滲んでいきますよね、ぶわーっとですね、こういった感じで、そしてちょっと画面を動かしたりすると均等に馴染んでいったりしますので、ちょっと上だけは固定しておいて、ヒューッと垂れ流していったりすると、上の方が徐々にグラデーションで暗くなっていくような状態、本当に薄くですけども塗っておきました。ちょっと薄すぎるかなというので、もう少し濃いめに塗りました。で、奥の方から描いていって手前へと描いていくっていうのが一般的です。そういう方法が、例えばボブ・ロス先生の絵画教室的なのが昔私子供の頃 BS でやっていて、今も DVD で売ってたり、違法アップロード的に YouTube に上がってたりしますけども、ああいうのも見ると大体後ろから描いていってるんですね。ですごく30分で油絵描くというのでですね、子供の頃よう見たもんですけども、あんな方法があるんやっていうことで、これ斜めにした状態でドライヤーで下から乾かしていってます。下からで、上の方に溜まっていったセミの鳴き声がすみません夏9月のもう10日なんですが、公開されているのは11月ぐらいかもしれませんけども、セミが鳴いていて半袖という、すみません。そして余分な水はこのように拭き取っておきます。で、下からドライヤーで乾かしながらですね、ほっとくのが一番ですけど、せっかちなので、乾いたら今度は奥の山を描いていきました。9月10日、九州はまだセミが鳴いております。しかし公開されているのは10月か11月かよ分かりませんけどもね、雪が降って雪山を描くときにちょっとですね、紙の白さみたいなのを、そしてこれは右の方から光が来てるのかなということで、左側にちょっと影が落ちていて山の稜線というのを、でこの辺もすごい難しいですよね。普通はものすごく薄くいきたいんですが、この辺のバランスが非常に難しいところですね。酷使しすぎてもつくばをしゆでます。すみません。で、これも乾くとちょっと明るくなる透明水彩の場合ですね。これは草壁さんの透明水彩の何色セットですかね、買って、そのうちの基本的な30色ぐらいを使いながら描いていってます。で、奥の山から右側から光が来ているような設定というか状況ですねを描いていきながら、少しずつで、これもやっぱり水で濡らした状態の上とか、水を多めにした状態の上に濃いのをショッと置いてみたり、ちょっと濃すぎたら筆先で拭き取ったりとかしながらですね、やっていってみてください。やっぱりにじみとかで、この中継、一番奥の山、次の森ぐらいの感じとかっていう感じかな。で、ここもまず土台を作っておこうかなということで、スカイブルー的な色にしておきました。紫、奥の方から徐々に手前を濃くしていくという、その土台として、ミンミンが鳴いております。耳が鳴き出すと、うちのチビ、恐竜1の方がですね、取りに行こうと言って2階まで上がってくる危険性がありますので、夕方今録音しているんですが、6時前やばいなと思いながらですね、すみません、雑談、脱線してしまいました。
すぐ脱線するんですね。クリスチャン脱線じゃないですね。小木曽脱線っていうね、なんか書いてはる人いますよね。前話したことあると思うんですけどね、私一回渋谷のラジオ局で握手、シェイクハンズプリーズって言って握手したことあるんですよ。なんかイルカ書いてはる人ですね。私学生時代ちょっと面白いかなと思ってたまたま見かけたんです。パルコかなんかのとこ、今もあるんですかね、パルコのとこになんかこう渋谷道玄坂スタジオ的ななんかラジオで今これ手前の方の影書いていってますねのところになんかロン毛のなんか金髪の外国人が入ってくると思ったら、クリスチャン温泉だと思ってですねもう25年ぐらい前かな、20歳ぐらいで、もうちょっと若かった、僕浪人時代ですから、あれ18歳19歳が24、5年前ですね。でそしてこう中継ぐらいの森を描いていきました。結構も生きてね、大胆にグッといきましたね。土台をとにかく丁寧に白い紙の生かしながら描いていくということでございますね。やっぱりこういうの YouTube とか撮るのはもうね、雑音が入らないところが本当はいいんでしょうけど、私みたいなね、素人 YouTuber 的な絵描きが本業としているような人はこういうね、セミの鳴き声が入るっていうのもいいじゃないですか。楽しんでください。九州はまだまだ今日も30度以上、9月10日ですけど、北海道とかやっぱ寒いんですかね。もう涼しくなってきたんですか。ガリガリの半袖で生活をしておりますが、5月からだいたいもう生活半袖ですもんね、僕なんかね。で手前の方ググッと一回こうアクセントというのも含めてこれぐらいの濃さでいこうかなって、僕はこれ試してるんですよ。要は奥行きを出すために奥から空気遠近法的に中継がある程度濃くしたけど、もっと濃くできるかなっていうのでこう実験的にグーッと濃くして、これぐらいいけるなっていうことで、試していっているわけですね。私の YouTube 初めて見る人とかあんま見たことない人は、私はこのようにですね、だらだら喋っていって絵じゃない話を突然しだしたり適当にしますので、深夜ラジオ的に扱っていただければと思います。寝落ちラジオというかですね、もう本当にこういろんな不安な状況とかがある中で、皆さんね、適当になんかねおっさんか喋っとるぞぐらいの感じで、聞いてもうて寝ながら見てもうたらいいかなと思います。ちょっと関西弁が強かったり弱かったりするんですけども、奈良県の出身なんですけどね、だから雪とかに憧れて、九州なんかもね雪憧れたりするんですけど、僕が住んでる佐賀県、言ってしまった、福岡か長崎か熊本か大分か宮崎か鹿児島か沖縄かどこか分かりませんけどね、探してみてくださいの、ところに住んでいるんですが、北部九州と呼ばれるところは案外雪降るんですよ。1年に1回降ることもあって、それで大体こう皆さんスリップ事故を起こすと。でヒッチなんかこうタッチなんかちょっと参考になるんじゃないですか。ピッペッシャッタッパックットットっていう感じが分かります。でそういう筆致のこう皆さんもですね、写真とかを撮られて書くことも多いと思うんですけども、そのまま写すというよりはこのようにちょっとこうですね、筆致で遊んでみるという感じで、2月の末ぐらいに行きました北海道の方ですね、知床5個、知床とかヒグマのですね、爪痕とかがあったりとかしたんですね。という感じで、前の方の木もちょっと描きながらですね、でやっぱり雪のこう山の形みたいなのは意識しながら描いていきました。私の友人を頼って行ったんですが、網走というところに住んでいてですね、でもうそこに移住して、そこでも就職もしているんですけども、やっぱびっくりしましたね。なんですけど、女満別空港を降りて、その友人が待ってくれていたんですね。すごい雪、もう一面銀世界とはこういうことかと、慣れるでなんて言ってたんですけど、奈良の出身の友人だったんでですね、すっごいもうずっと終始感動してました。でやっぱり絵に描く上において、透明水彩の場合はこれを塗り残す、油絵の場合は少し絵の具を厚く塗っていくみたいな感じで、ですね、ちょっとこう今まで描いたことないような世界観の絵を描けるかなと思って取材に行きました。ちょっと恐竜が下でうわーっていう声も入るかもしれません。そういうのもね、ご愛嬌だと思ってください。そしてこう木から落ちている影、紫とか青とかちょっとどの辺かなっていうのをちょっとこう試しながらですね、こういう木々の隙間であるとか、こういうところに落ちた影であるとかっていうのをもう描きながらですね、そうするとなんとなくこう山の形状とかっていうのが見えてくるのが分かりませんか。そしてある程度全体にこう、絵の具が置けてきて
かなり薄く今回進めていってます。そしてディテールもちょっと書きつつですね、バランスを見ながら書いていってください。皆さんもね、いきなり細かいとこだけ書くという方法ももちろんあるんですが、全体的なバランスの中でディテールを書いて、これぐらいディテールを書いたら、ディテールというのはディティールのことで細部のことでございますけども、細かい部分という意味です。で書いたら他のところをバランスを見ながら、もうちょっとじゃあここを細かくしようかなとかということで、僕はバランスを取りながら書くタイプです。局部的にグググググと細かくしていくタイプの人もいれば、最後までダイナミックに書いていくタイプの人もいると思います。そういった感じの動画も上げています。いろんなパターン上げています。私はこう書けということを言っているわけじゃありませんのでね、皆様の参考になればということで、これぐらい濃く置いてみたらどうかなっていうので、結局は透明水彩ちょっと明るくなるので、ある程度濃いめに中継ぐらい置いてみて、勇気を出して置いてみて、それに対してもっと手前グググッと奥行きの出し方ですね、後ろの方の書き込みをしても、その空気塩基叫んどるな、空気塩基法的な扱いみたいなので、奥に手前にみたいな感じが出てくればなというふうに思っております。透明水彩もこういろいろやりながら、いろんな水彩画、アクリルもやったりですね、いろんなことやってて、やっぱ面白いですね。もう奥が深い、という感じがしてですね、紙の種類なんかもいろんな種類があります。そういうのもやっぱり皆さんいろんなもの試されてみてもいいと思うんですね。好きな絵描きさんの例えば画集なんか買われたりとかですね、絵画教室に行ったらなんかこう憧れの人ができて、この先輩この人とか予備校行ったらこの先輩にこう聞いてみたりとかですね、そういうためにぜひですね、そういうところも通われたり、本を買って、そうするとこの紙使ってますとか書いてくださって、これ名村さんの筆使ってますよね。使ったりすると、こういう感じで、私はキャンソンボードというのが多く使ってます。もうシンプルにすごく厚紙で、なんかこうかっこいいというかですね、額縁入れてもなんか重厚感出るので、やっぱ油絵描きですので、油絵が中心ですので、なんか額縁入れた時に紙よりもなんかゴロッとが重たくなりますけどね、ちょっとね。で、水もジャバジャバと使えたりもするし、今回はそこまでジャバジャバやってませんけども、使えたりするので、大量にそれをですね、20枚ぐらいまとめて買ったりしているので、これが多く使われております。マスキングテープはこれホームセンターで売ってました。なんかいろんな種類売ってましたよ。でなんか紫色ぐらいがええかなっていうので、ちょっとこう黄色とかをこう1年前ぐらいの動画結構黄色白使ってるんですけど、画面の中で強くなってしまうんですね。だからちょっとこう動画にする際にやっぱり真ん中のこう色とかがある程度見えるために、本当は黒のマスキングテープ販売してくれへんかななんて思ってるんですけども、で、中継の方のディテールをちょっと書きながら、やっぱ木々の筆致みたいな筆跡みたいなですね、そういうのもちょっと活かしながら書いてみてください。いろんな絵描きさんいるんですけど、やっぱ僕はですね、例えばレンブラント、ハルメンスゾン・ファン・レインという人、すっごい絵の具の筆致がかっこいいんですよ。透明水彩とかはあんまりされていないんですけども、多少やっていたりとかして、で油絵の筆致がすごいかっこいいんですよ。でそれがちょっと引きで見たらもう完全に何か物の物質に見えるけど、寄ってみたらちゃんと油絵の具だったりするんですね。なんかそういうこう作家さんに憧れてずっとやっていて、私たちのこの仕事というのは本当にもう半永久的にこう修行やと思っているんですね。難しいこと言いよった。私は数かけというタイプではなくて、やっぱり一個一個に目的を持って、今回の場合は例えば透明、水彩のらしさプラスアルファ紙の白さを生かして雪にこれが見えてくるかっていうことを念頭に置いて書いているんですね。でその目的をちゃんと自分の中で明確にして、奥行きをしっかり出しながらっていうで、これで中継真ん中ぐらいまでに目がピュッと絞られてるけどちゃんと奥行きが出てるの分かりますか？こういうことがある程度途中段階でも見えているかっていうことが大事です。でそういうふうにこうやっぱ好きな作家さんとか憧れが出てくると、やっぱり向上するためにはすごくいいですよ。やっぱり何もなく、たまに小木曽先生に憧れてますって言う人いるんで、やめた方がいいですよ。私本当にもう落ち着きがないというか、例えば出版物も結構昔から本とかね、油絵の描き方とか水彩の描き方も実はいっぱい出してるんです。もう最近ここ5、6年もうちょっとかな、22、3歳から37、8ぐらいまで15年
年間ぐらい多分20冊以上そういうの出してるはずです。デッサンだけでも5、6冊、油絵でも3、4冊、水彩でもなんかこうね、賛助的に書いてるのも合わせると多分そんなの出してるんですけど、その本の中で書いていることを今全く同じことやってないです。全然違うことやってますという絵描きなんですよ。もういつもこれ使いますっていうことが全くなくて、もう本当に落ち着きないわね、小木曽先生っていうのがね、関西の方からツッコミが聞こえてきそうなんですけれども、飽き性なんですね。で、いろんなことやりたくなって、これもやってみたい、あれもやってみたい。だからもう本当にずっと時間は足らないですね。もう人生こうね、たった150年ですか、今はですね、私の視聴者圧倒的に若い人が多いのでですね、皆さんもいろんなこと若いうちにやられたがいいですよ。私の視聴者圧倒的にもう若い人に支えられていて、ね、本当にいろんな勉強になります。紙の種類一つでもいろんなのがあるんで、これがいいですよとか僕はあんまりおすすめしないんですね。こう筆もこれ今この名村さんの使ってますけど、多分半年前全然違うの使ってましたよね。掃除をしていたら学生が落としていった筆を使っていたとかですねそんな感じです。で、紙もとか筆とかもそう同じなんですけども、やっぱりこう各社によって、特徴的で、この筆は自分に合うとか合わないとかあるじゃないですか。やっぱりこう例えばポテトチップでも小池屋さんが好きやカルビーさんが好きや、いろいろ皆さんあるんじゃないですか。よくわからんですけどね。カップラーメンでも日清さんが好きやとか、あと何がでありますか、パッと今出てこなくてすみません。そういうのもあるじゃないですか。同じような感じだと思うんです。で、そこのところはいろいろ試してみて、ここのこれが好きやなとか、この筆に対してここのとこ書くのこれに適してんなとか、この紙はこういう絵に合うなとかっていうのが見つかっていくと本当はいいんですよね。だから私はこう企業案件的なことはできないというか、やらないというかですね、それ褒めなきゃいけないんで、多分僕口悪いからですね、この色あんま良くないなとか、この筆あんま良くないなとか言うてしまうんですね。嘘つけないんでですね、すみません。で、これはこの筆だけは本当長いですね。学生時代からこの名村さんのナイロンの筆を毛先を細くするというディテールを書いていってますね。そしてこれ白を混ぜた透明水彩の白、チャイニーズホワイトというのを混ぜて、書いていってますけども、いろんなことを皆さんを本当に試されていくといいと思いますよ。楽しいと思いますし、私はこうだとかって決めつけるっていうことをしない方がいいと思いますし、どんどんそれで可能性を閉じていってしまうんですね。で、そこに起こりうることっていうのはですね、一番僕ら絵描きにとって怖いことって何だと思いますか？はい、そこのあなた、はい、考えてみてください。そうなんです。マンネリです。ルーチンですね。一番こう作家さんとして一番怖いのはルーチンだと僕は思っているんですね。一番怖いのは自分の中でこうやったらこう描ける、こうやったらこう描ける、この筆使ってこう描くとこうできる、そんなことをしていくと、そこになんていうかですね、方法論で決まってきてしまうんですね。方法論で決まってきすぎてしまうというか、ある程度の方法論は絶対必要なんですよ。でもいつも私はこう描いてるからとかっていう風になってくると、その書いてる瞬間の感動というのがなくなっていくんですね。こうかな、ああかなという試行錯誤の中で感動というのが絵の中に伝わっていって、それが絵の深みを増していくわけですよね。私は浪人をする1995年6年あたりに浪人したんですが、当時はものすごい浪人生がいたんですね。多浪生、8浪9浪8浪ぐらいまでいました。確かだから26歳で浪人生、東京芸術大学を目指して、で私は浪人を始めた時にまずですね、みんな廊下でタバコを吸ってたり遅刻をしてくる多浪生とかがいてですね、僕はそれを見ながら反面教師になろうと決めた。すみません、最低ですよね。決めたんですね。この人たちは落ちるのには原因があるはずだと。で、やっぱうまいんですよ。書き出しなんかザバザバダンダンダンって、うわめっちゃうまい。でもさあどうなっていくんやろ。で、講評会になるとなんとなく先生になんとなくうまいけどお前なんとなくやなっていつも言われてるんですね。なんとなくやなっていうのが言葉としてすごい曖昧で、なんとなくやなくてなんやろな、原因はなんやろなって、その中で見つけ出したのがマンネリや、愛がないなんですよね。愛なんですね、実はと僕は思っています。だからただただ数を書いたら上手になるということはなくて、絵画教室に私5年通ってます、10年通ってます、どうですか、ベテランですよ。意外と絵良くなかったり、逆にもうほとんど描いたことないけど局部的にキラッと光ってる絵を描く人がいるんですね。で、僕が例えば鬼講評会なんていうのを開いてて、ここ楽しかったんじゃないですかみたいなのを動画上で言うたら、コメント欄に
見透かされているみたいなことを言うんですけど、それは僕が毎日絵を描きながら自分がそのマンネリに陥らないように頑張ってきているというかからなんですよ。そういうのを見抜けるというか見つけることができるという能力ではなく、自分自身にそれを課しているわけですね。自分がマンネリに陥らないように、だから画材とかも特定しない、描くものも特定しない、いろんなものにチャレンジしながら自然の持ってる壮大さ美しさというものの中から人間というのはすごいちっちゃいんですよというメメントモリというんですけども、大きなテーマとしてはそういうテーマを持って書いています。そして日本人というのがですね、自然と共存共栄していくという考えのもと、もう昔から暮らしてきたという考え方は、ヨーロッパというのはどっちかというと人間中心社会なんですけども、日本人というのはそういうのを持っているんですね。だから自然災害とかがあってもその中で、またたくましく生きていくということをやったりとかですね。なんかですね、棚田なんて見るとすごい思いますもんね。日本人ってすごいな、ああいうところに田んぼ作ってなんていう感じで途中からよくわからん話になりましたが、なんとなく私がじゃあなぜ絵を描くのかということの片鱗が見えてきたのかなと、そういうものと対話をしながらし続けていくことが自分にとっての絵を描く、動機づけであったりですね、大きく言ってしまうとコンセプトみたいなことかもしれません。自分自身がそういった自然の中で、自然というものから救われた部分というのがあるということをどこかの動画でも話しているんですけども、という感じで、書き込みをしながらなかなか綺麗な絵になっていったんじゃないでしょうか。また皆さんからね、なんかリクエストがあればパステルをやってほしいというリクエストまだ答えできてませんが、すみません。皆さんの方が上手なんでね、やったら恥ずかしいなと思ってですね、思ってますが、こまごま書きながら最終的には密度を上げながらちゃんと奥行きも出て、それでも奥の山に目が行くかなということを確認をしながら進めていってます。もちろん書き込みもするんですが、木々をただ書いていくというだけじゃなくて、全体の中でどれぐらいの線かな、どれぐらいの小さかななんていうことを冷静に見ながらですね、書き進めていっております。なかなか綺麗なですね、水彩ができたんじゃないかなというふうに思いますが、皆様いかがですかね。白が形に見えてくるというのが分かりますかね。また引きで後でお見せしますけども、そしてこういうのも葉っぱを細かく描いていくんですけども、物と物の隙間を描いていってるの分かりますか。全部じゃないですよ。物を今描きました、そして今物の隙間を描きましたとかっていうことを、隙間とか物とかそういう風に成り立っているわけですね。でそういうことをしっかりと理解しながら、ただ写真を写すというわけじゃなく、こうか手前にある、後ろにある、手前にあるということを理解しながら、そのまま写してないです。全く違うようなあれですけども、理解しながら笹の葉っぱを描いていきながらですね、長い冬が終わってこれから春になっていく息吹的なものも感じさせれるようなところにならんかなというふうにこの辺は書いていってます。ね、この辺のディティールを見ていくと、こんな感じで書いてるんだっていうのが分かりませんか。約2時間の制作ですけども、動画には20分ちょっとにしております。このような感じで、そして一番奥のところ、やっぱり書き込むんですけど、ちゃんと空気遠近法として奥に見えているかという状況を崩さないようにしながら書き進めていって、完成とさせていただきました。ちまちまですね。私の友人はこの辺り登ったことあるみたいなことを言っていたんで、うわすげえなっていう感じですね。エンジョイライフをしております。また遊びに行きたいなと思いますけども、こういう感じでこまごま書いていきながら完成とさせていただいた次第でございます。本日もご視聴ありがとうございました。透明の雪がちゃんと形に沿って影があって、白さが見えてきて、雪に見えるという状況を最後ぜひ完成したものを見ていただければというふうに思います。ちまちま書いていっているわけでございますね。なかなかこまごまちょっと6時の鐘の音が鳴り出しましたね。ぼちぼち終わりましょう、帰りましょうという音まで入っておりますか。ちまという感じでですね、こういう感じで、雪のところ残しつつ、ディティールももうちょっとサイドが高いですけどね、本物はですね、という感じでございました。以上完成でございます。
ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。本当に薄くすごくベーシックな方法なんですけども、形に沿って影が落ちていって、それがまた雪山の中で奥行きがあってとか、空気遠近法的に奥から手前描いていくというプロセスとかっていうのはすごく初心者の方にも分かりやすく、なっているかなと思いますので、初心者の方ぜひですね、こういったものを参考に、頑張って制作を進めていってください。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。